こんにちは、ふうです。2022年の11月にジムニーが納車されて約3年が経ちました。このチャンネルはジムニーの納車と同時にスタートしたので、もうすぐ3周年です。途中ランクルが仲間に加わって2台で合わせて6万5000キロ走ったので、地球1周半は走ったってことですね。思い返せばこんな無課金初期装備で冬山車中泊からスタートしてたなんて気が狂ってますね。当時も今も全力で楽しんでいますし、これからも旅を続けていきますよ。ふーチャンネルは旅の備忘録として始めたんですけど、今回は振り返りということで、北海道、東北、四国、九州と日本中を走り回ってできた思い出を振り返ろうと思います。よかったら作業用に見てもらえると嬉しいです。一つだけ告知させてください。夏限定のふーチャンネルオリジナルグッズの販売期間が残り2日を切りました。概要欄にショップ URL を貼っておくので、よかったら覗いてみてくださいね。まずは北海道です。実は私の生まれは北海道なんですけど、皆さんも知っての通り、北海道には旅人にはたまらない絶景がたくさんあるんですよ。北海道ならではの絶景はもちろんですが、夕張の街並みや教習所の廃墟など、少しディープなスポットも巡ってきたので、きっと楽しんでもらえると思います。こんにちは、ふーです。今回は約1ヶ月の北海道旅に行ってきましたよ。走行距離は全部で5000キロほどで、ふーチャンネル史上一番の長旅になりましたよ。北海道の秘境や絶景、廃墟など内容盛りだくさんなので、よかったら最後まで見ていってくださいね。まずはガソリンを満タンにして東北道で青森に向かいます。この日のためにガソリンを空にしていたので106リットルも入りましたよ。これだけあれば未給油で北海道まで行けちゃいますね。今回の旅はこんな感じで回ろうと思います。まずは青森のフェリーターミナルを目指します。そこからランクルフェリーに乗せて函館に行きます。函館に着いたら日本海沿いをひたすら走りながら小樽やオロロラインを通って日本最北端の宗谷岬に行きます。その後は適当に東の方を回って美味しいものを食べまくりながら札幌を目指します。それから札幌でやりたいことを全部やって青函フェリーで青森に帰るって流れですね。走行距離は全部で4000キロほどでふーチャンネル史上一番の長旅になりますよ。それを1本の動画に収めたのでアホみたいに長い動画になってしまったんですけど、よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。フェリーの予約時間は深夜なので、まずはゆっくり青森を目指しますね。7時間ほど車を走らせたところで青森県にあるアジャラパーキングに着きました。眠気を感じたので30分ほど仮眠してフェリーに向かいますね。ここからフェリーの乗り場までは40分ぐらいです。約700キロほど走りましたが、ガソリンはまだまだ残っていました。これなら未給油で札幌ぐらいまで行けちゃいそうですね。無事フェリーターミナルに着きましたよ。車をフェリーに乗せるこの瞬間ってめちゃくちゃワクワクするんですよね。函館まではだいたい4時間かかるので、着く頃には日が昇り始めていると思います。シャワーがついていたので汚い汗を洗い流していきますね。しっかり疲れを取っておきます。目が覚めると函館に到着していました。とりあえず函館で美味しいものを食べてから今日は小樽あたりまで行こうと思います。とはいえ朝6時でご飯屋さんもやっていないので、とりあえず函館山でも登っておきますかね。函館山の夜景は100万ドルの夜景とも言われるほど綺麗なんだそうですよ。今日の景色は残念ですが、また帰りに夜景を見に寄ろうと思います。お腹空いたのでずっと食べたかったラッキーピエロに向かいます。ラッキーピエロは函館発のご当地ハンバーガー屋さんでとても人気なんだそうですよ。不気味なピエロがいますね。ハンバーガーはボリュームたっぷりで食べるには気合を入れないとですね。
美味しすぎてあっという間に完食です。これから小樽市の方に向かいます。小樽までの距離は230キロで4時間ほどです。これは北海道の広さに頭がバグりますね。途中島向海岸という綺麗な岬があるようなので、ついでに寄っていきますね。道中気になる踏切を見つけたので寄ってみました。海が見える踏切って素敵ですよね。なんだか海は荒れていますね。けど風は冷たくて最高に気持ちよかったですよ。日本海側に出ると雨は止んでましたよ。綺麗な日本海を眺めながら信号のない道をひたすら走るのは最高に気持ちいいですね。島向海岸に着きました。ここは日本の渚100選に選ばれているそうですよ。この暗くて不気味なトンネルの向こう側に日本海を一望できる岬があるみたいですよ。トンネルを抜けると素晴らしい景色が広がっていました。潮風の匂いと海鳥の鳴き声がとても心地よかったです。とりあえず小樽まで行けば温泉とか何かしらあるだろうってことで小樽を目指したんですけど、スーパーやコンビニ、温泉も遅くまでやっているみたいで助かりました。さすが港町ですね。まずは温泉で汗と疲れを洗い流してきますね。お風呂上がりの瓶コーラは最高ですね。夜ご飯はセイコーマートです。長距離運転で死ぬほど疲れているのでさっさと食べて寝ます。乾杯。うまい。晩ご飯は餃子とパスタと豚串とかいうイカれた組み合わせです。好きなもの詰め合わせですね。セイコーマートのお弁当安くてめっちゃ美味しいですよ。人寺は意外に酔っ払いますね。ジュースみたいにごくごく舐めてしまうので恐ろしいお酒です。姿勢を上げるときはだいたい酔ってます。8月ですが結構寒かったので一応持ってきておいた布団が役立ちました。コメントでアドバイスくれた方ありがとうございます。北海道まで来ていつもと同じことしてますね。8月でも朝は涼しくて車内で過ごすことができました。それにしてもこの散らかりようやばすぎます。しっかり寝て疲れも取れたので準備して出発します。今日はいろんな道の駅によって美味しいものを食べながら日本最北端の宗谷岬に向かいます。宗谷岬までは日本海に沿ってひたすら北上します。距離にして360キロ、6時間ほどかかります。道中絶景ルートのオロロラインを通りながらオトン類風力発電所と稚内の白い道を通りますよ。どれも楽しみです。昨日とは打って変わって快晴の空ですよ。家から約1300キロ走った地点でようやく1回目の給油をしましたよ。とんでもない航続距離ですね。これだけガソリン入れれば北海道半周ぐらいできそうですね。
途中ルモイっていう道の駅があったのでやってみることにしました。屋台も出ていてワクワクしますね。たこ焼きとかき氷を買いました。こんなの美味しいに決まってますね。北海道何食べても美味しすぎてびっくりします。このままオトンルイ風力発電所に向かいます。日本海に沿って走るこの道をオロロンラインっていうみたいなんですけど、信号もない道がひたすら続くのでつい飛ばしたくなってしまうんですけど要注意です。この日だけで2カ所もネズミ捕りは見ましたよ。罰金払うぐらいなら美味しいお寿司を食べたいですからね。オトンルイ風力発電所の風車は大迫力でしたよ。巨大な風車が約3キロにわたって立ち並んでいます。28基の風車があって年間約1万2000世帯分の電力を供給しているみたいですよ。この風車たちも来年の4月にほとんどが撤去されてしまうそうです。猿別地方に生息する野鳥保護、風車自体の老朽化が原因だそうですよ。稚内に着く頃には日が暮れていました。日本海に沈む夕日はとても綺麗ですね。このまま白い道を通って最北端の宗谷岬に向かいます。この時間帯の白い道は夕日のオレンジ、緑の花草とのコントラストがとても綺麗です。北海道にはまだまだこんな景色がたくさんあるのかと思うとワクワクします。写真を撮るには最高の時間帯ですね。もちろんランクルの写真もたくさん撮りましたよ。これは一生の宝物です。この道は稚内名産のホタテの貝殻を砕いて敷き詰めてできた道なんですよ。なのでこんな感じの貝殻がたくさん落ちているんです。いやー、白い道本当に綺麗でした。このまま目的地の宗谷岬に向かいます。正直白い道が良すぎて最北端とかどうでもよくなってるんですけど、とりあえず達成してきますね。宗谷岬に着きました。8月ですが気温は16度で寒いです。バイクのグループがいて気まずいんですけど、とりあえず記念写真撮ってきます。2日目にして最北端まで到着しましたが、まだまだ旅の序盤なので明日からまたいろんなところを回りますよ。私の旅は始まったばかりです。これから稚内に行って温泉入ってきますね。港の湯って温泉が良さそうだったので行ってみました。広くて綺麗で最高の温泉でした。近くに道の駅もあるので今夜は稚内で車中泊しようと思います。道の駅稚内に来ました。ここで一晩過ごそうと思います。今日も長距離運転疲れたんですけど、温泉で疲れは取れたのでハイボールでさらに体を癒します。乾杯。あー、うまい。やっぱりハイボールに限りますね。とりあえず肉焼いてハイボール飲めば大抵の疲れは吹き飛びますからね。セイコーマットの白いご飯を買ってきました。色がおかしいね。いただきます。冷た。ごちそうさまでした。ここからはひたすら趣味の時間です。
稚内は気温が涼しいのはもちろんなんですけど、湿度も低く蚊もいなかったのでとても過ごしやすかったですよ。稚内の朝は涼しすぎてこのまましばらく滞在したくなりました。とりあえず朝ごはん食べて次の町を目指すことにします。今日は昼寝してから稚内駅という秘境駅に向かう予定です。すがすがしい朝は昼寝に限りますね。これから稚内駅という秘境駅に向かいます。稚内駅は日本最北端に位置する木造の駅舎なんだそうですよ。100年もの歴史があるようですが、来年廃止されてしまうみたいなので、しっかりと記録を残してこようと思います。稚内駅に着きました。利用者は誰もいないみたいです。戸を引く音にも懐かしさを感じますね。木造の駅舎はとても懐かしい香りがします。様々な映画のロケ地にもなっていたみたいで、写真が残されていましたよ。昔は SL も走っていたみたいですね。電車の時刻表がありましたが、1日に3本のようです。1日の平均利用者数は2人だそうですよ。柱にはありがとう稚内駅と彫ってありました。きっとたくさんの人の思い出が詰まった駅なんだと思います。ランクルと稚内駅の記念写真を撮っておきました。稚内駅、素敵な駅でしたよ。駅が廃止にならないように市からも維持管理費を負担していたみたいなんですけど、利用者数の低迷により廃止にする方針だそうです。駅舎だけでも残してくれれば嬉しいんですけどね。今日はこのまま網走市の方に向かいます。ここから網走までは約320キロ、5時間半の道のりです。北海道の300キロはあっという間なので、今日中にはたどり着けそうです。お腹空いたので、セイコーマートでホットシェフでも食べようと思います。今回はポテトを買ってみましたよ。めっちゃ美味しい。ポテトマジで美味しすぎて、今回の旅で軽く10個は食べました。網走までもう少しですよ。途中綺麗すぎる海が見えたので、思わず止まって写真を撮りました。海はないでいて、水面には雲が反射していましたよ。こんな綺麗な海は見たことがありません。と思っていたんですけど、実はサロマ湖という巨大な湖だったみたいなんですよね。サロマ湖は北海道で一番大きい湖みたいですよ。網走に続くにつれて道東らしい景色が広がっていました。前回北海道旅をした時、この広大な自然に魅了されてまた来ることにしたんですよ。このままずっと行きたかった網走韓国に行ってきますね。網走韓国に着いたんですけど、韓国内は撮影できなかったので個人的に楽しむことにしました。お寿司が食べたくなったのでお寿司屋さんに行きました。なんだか美味しそうですね。
網走のお寿司は思わずにやけてしまうぐらい美味しかったですよ。普段スシローしか食べない私にとっては刺激が強すぎました。これだけ食べて2000円しないぐらいなので幸せでしたよ。今日は撮影データを整理するために網走湖の近くにある旅館に泊まることにしました。途中見えた網走湖は夕日も相まってとても綺麗でしたよ。宿に着きました。データを整理してしっかり旅の疲れも癒してきますね。やっぱり宿は和室に限りますね。このおばあちゃん家のような匂いってとても落ち着くんですよね。今日はお寿司も食べて贅沢をしたので、夜ご飯はセイコーマートのポテトとおにぎりです。美味しいけどアホみたいに酔っ払うストゼロを買ってきました。撮影データを整理して寝ます。ドローンやアクションカメラのデータ容量はいつも膨大なので、定期的に整理する必要があります。少し酔っ払ってるみたいですね。朝ごはんしっかり食べて出発します。ここからしばらくは雨予報だったんですけど、ひたすら晴れてくれてラッキーでした。今日はクッシャロ湖という日本最大のカルデラ湖に行って、釧路の方でキャンプをしようと思います。総移動距離は160キロほどなので超イージーです。クッシャロ湖に向かう途中、気になるディーラー跡地のようなものを見つけました。地方でたまに見かける当時の車がそのまま展示してあるディーラー跡って大好きなんですよね。一体いつからここに並んでいるんですかね。クッシャロ湖のすぐ近くに道の駅があったので寄ってみることにしました。お腹が空いたので何か美味しいものを食べてきますね。ソフトクリームと揚げポテトを食べました。道の駅から出るとすぐ目の前にクッシャロ湖が広がっていましたよ。日本最大のカルデラ湖なだけあって迫力満点です。思わず規制を上げて笑ってしまうぐらい綺麗なコバルトブルーでした。クッシャロ湖は日本最大のカルデラ湖などだけあって圧巻のスケールでした。巨大な湖にもかかわらず水がとても美しく、湖畔に反射する雲がとても綺麗ですね。いやー、北海道来てよかった。今日は釧路の東にある木頭 CIA キャンプ場に行くことにしました。このキャンプ場はとにかく景色が素晴らしいみたいなのでめっちゃ楽しみです。キャンプ場までの道は未舗装の林道が1キロほど続いていました。熊の目撃情報とかはあらかじめ調べておいたんですけど、特に問題なさそうでした。それでも怖いので人が少ないようなら別のキャンプ場に移動することにします。いやー、最高の眺めですね。こんなキャンプ場が無料だなんて信じられませんね。人もたくさんいるみたいなので、このままキャンプを続行することにしました。万が一に備えて寝るときは車で寝ようと思います。とりあえず設営と準備だけしておいて、すぐ近くにあるシリパ岬に向かおうと思います。シリパ岬は前回ジムニーで行ったんですけど、本当に素晴らしい景色なんですよ。シリパ岬までの道は未舗装の道路をしばらく進みます。こういう道を4駆で走るのって楽しいですよね。
しばらく進むと見晴らしのいい草原に出ます。何度来ても最高の景色です。もちろんドローンでも撮影してきましたよ。写真もたくさん撮りました。これも一生の宝物になりそうです。実は前回の北海道旅のサムネもここで撮影したんですよ。また北海道に来るときは訪れたいと思います。いやー、旅をしていてよかった。日も暮れてきたのでキャンプ場に戻りますね。今夜はカレーにします。キャンプ場で食べるカレーって最高に美味しいですよね。セイコーマートの白米も買っておきました。カレーは思わずニコニコしてしまうぐらい美味しかったですよ。周りも薄暗くなってきたので、ここからは車内にこもります。明日はまた長距離運転するので、しっかり寝て疲れを取ります。キャンプ場でも車中泊ができると安心して寝れますね。寝坊してしまったので、急いで撤収して出発します。ランクルもいい感じに汚れてますね。塩水を浴びているので、時間を見つけて洗車しておきます。とりあえずこれから釧路市街に行って美味しいお寿司を食べてきます。釧路市街は栄えているので基本的に何でも揃いそうです。消耗品などは今のうちに買っておきます。市街地から離れるとホームセンターを探すのも大変ですからね。とりあえずお寿司が食べたいので名古屋家庭に来ました。さすがに贅沢しすぎなので4貫で我慢しましたが、とても美味しかったですよ。今日は帯広の方にある道の駅音更というところに行って車中泊をすることにしました。なぜ帯広かというと、たまたま美味しそうな豚丼屋さんを見つけたからです。ここ
こから道の駅までは約120キロなので、もはや近所ですね。途中少しの区間ですが、北海道で初めて高速道路になりましたよ。道の駅音更夏空のふるさとに着きました。道の駅が広大すぎてどっから行こうか迷います。まずは目当ての豚丼を食べに行きますね。豚ハゲっていうお店です。いただきます。豚丼めっちゃ美味しかったですよ。今夜はここで車中泊するので、明日の朝も豚丼で決定です。牛とツーショットを撮りました。夜までは自由時間なので、欲望のままに過ごします。ビールとソフトクリームを買いました。ビールも美味しいんですけど、やっぱりハイボールが好きです。ここからはひたすら趣味の時間です。夜ご飯は食堂のカレーを買ってきました。安くて美味しくてボリュームたっぷりでしたよ。朝起きてまた豚丼を食べに行ったんですけど、今日は定休日のようです。絶対また来ます。今日は日本で唯一財政破綻した夕張市に行って夕張の歴史について勉強しに行きます。こっから夕張までは150キロほどで3時間で着くみたいですよ。次のガソリンスタンドまでは距離があるので早めに給油することにしました。これで2度目の給油です。ディーゼル車とはいえガソリン代がバカになりませんね。夕張は前回の旅でも行ったんですけど、その時は教習所の廃墟を見るために行ったんですよね。ちなみにその教習所の廃墟はリノベーションされてサーキットになっているんですよ。気になる方は夕張バリバリサーキットで検索してみてくださいね。今回夕張に行く目的は炭鉱やその歴史を知ることです。事前知識として少し勉強したんですけど、夕張市が財政破綻した大きな原因としては、エネルギー需要が石炭から石油に変わったことや、不適切な財務処理があったそうですよ。夕張市に着きましたが、街は閑散としていました。雪かきをする人がいないのか、押しつぶされてしまっている家もありました。市立図書館も廃墟になっていました。夕張駅の近くにはレトロな映画看板がありましたよ。ダイハード懐かしいですね。小さい頃、土曜洋画劇場で4を見たのを覚えています。ゴルゴ13の看板もありましたよ。夕張市の散策も終わって炭鉱博物館に向かうことにしました。ここでは夕張市や炭鉱の歴史を学ぶことができますよ。私以外ほとんど誰もいませんでした。夕張市の人口の推移がグラフ化されていました。最盛期は13万人いた人口も今では7000人ほどに減ってしまったようです。当時の炭鉱作業員募集のチラシがありました。よく見ると旅費、住宅にかかる費用は全部会社負担って書いてあります。賃金は当時の会社員の3倍から4倍ほどだったそうですよ。その分炭鉱では死亡事故も多く、命かけで作業していたそうです。ニートがなんかやってますね。夕張市の借金は2027年の3月に返済が終わる予定だそうですよ。夕張市がまた活気を取り戻してくれたら嬉しいです。夕張の散策も終わったので、これから札幌に向かいます。明日からは札幌でやりたいことを全部やって、満足したら家に帰ることにしました。時間はほぼ無限にあるので、後悔しないように北海道を満喫していきますね。
夕張から札幌までは60キロほどで2時間もあれば着くようです。今日の温泉は札幌のほのかです。ここは24時間営業とかいう天国みたいな温泉なんですよ。とりあえず腹ごしらえに揚げ物食べます。お風呂上がりのいちごミルクは最高ですね。今日は適当な駐車場で車中泊して、明日は札幌のおばあちゃん家に行きます。それからバイクに乗ったり、銃を撃ったりして遊びたいと思います。明日は朝一でおばあちゃんの家に行きますね。おばあちゃんの家はいつ来ても落ち着きます。そういえばおばあちゃんも毎回風チャンネルを楽しみに見てくれてるんですよ。その後はおばあちゃんと美味しいお寿司を食べました。花丸というお寿司屋さんなんですけど、とっても美味しいんですよ。ちゃっかりハイボールも飲んでますね。マーク、これやばい。油サーモン。美味しい。次の日は札幌のレンタルバイクを借りてツーリングに行きました。北海道をバイクで走るのが夢だったので、一つ夢が叶いましたよ。借りたのはハンターカブというバイクです。小型バイクなので足つきいいと思ってたんですけど、シートが太いので足つきは最悪でした。シフトチェンジも独特なので慣れるまでは少し不安でした。やっぱり涼しい風を浴びながら走るのは気持ちがいいですね。このまま峠道を通って支笏湖に向こうと思います。バイクは全身で風を浴びながら走れるので、車とは違った楽しさがあります。支笏湖はとても綺麗でしたよ。映像では伝わりにくいんですけど、青く輝く美しい湖面は支笏湖ブルーとも言われているそうですよ。ハンターカブと記念写真を撮りました。ツーリングの締めはラーメンということで、前回も行った白樺山荘に行きました。ここのラーメンマジで美味しいんですよ。北海道に来たら毎回寄ります。いただきます。その後は銃を撃ちたくなったのでシューティングレンジに行ってみました。上の黒いのバチバチ当たります。店員さんがとても親切でいろんな銃を出してもらいました。この後は動画にしていないんですけど、なんだかんだ5日間ぐらい札幌に滞在しておばあちゃんと過ごしていました。美味しいものたくさん食べてやりたいこともできて満足したので、そろそろ函館に向かおうと思います。いやー、とても充実した旅でした。旅の思い出もこうして動画に残せて本当に幸せです。函館までの道にひたすら白い岸壁が続く綺麗な海岸線があるようなので寄ってみることにしました。そこは白フラというそうですよ。少し歩くと圧巻の白い岸壁が見えるそうです。
白フラの海岸は異国情緒あふれる美しい景色が広がっていましたよ。この岸壁は海底に積もった軽石が隆起してできたそうです。近くには江戸時代の漁師たちが通路として掘削したと言われるくぐり岩もありましたよ。北海道にはこんな素晴らしい景色がたくさんあるのかと思うとまた来たくなりますね。このまま函館に行ってフェリーで青森に向かいます。どうしてもまた豚丼が食べたくなったので函館にあるポルコという豚丼屋さんに寄ってみました。なんだか隠れ家感があっていいですね。予想通り豚丼めっちゃ美味しかったですよ。お腹も満たして満足したのでいよいよフェリーに乗って帰ります。帰りのフェリーは全然ワクワクしませんね。北海道旅が終わってしまってキャムになっていますね。とりあえずおばあちゃんが持たせてくれたゆで卵を食べて元気出します。無事青森に着きました。ここから家までは700キロ以上あるので無理せず途中仮眠を取りながら安全に帰りますね。動画を見ていただいている皆さんのおかげで今回も素敵な旅になりました。いつも本当にありがとうございます。次の長旅会は四国を予定しています。行けたら九州も回りたいんですけどそこはお財布と相談です。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。楽しい思い出を動画にできて幸せです。じゃあまたねー。2本目は東北旅の動画です。東北旅では途中ランクルのバッテリーが上がったりとトラブルがありましたが無事目的地の恐山に行ってきましたよ。冬の恐山登山は冬チャンネル史上ダントツで過酷だったのである意味で一生の思い出に残りました。今回は豪雪地帯を通りながら青森県の最北端を目指すのでしっかり準備を整えてきました。まずは念のために買っておいたタイヤチェーンがちゃんと使えるか試してみます。ジムニーで使っていたチェーンと同じメーカーのものなので取り付けはスムーズにできましたよ。これから福島の広大な雪山を散策していきます。こうして空から眺めてみると福島の雪山は本当に綺麗です。この雪山をランクルで駆け巡るなんてワクワクします。タイヤチェーンの性能をチェックしながら今回の旅の計画をお話ししますね。今回の目的地は青森県の最北端にある恐山です。ここは日本三大霊山に数えられていて三途の川や太鼓橋などが見られるそうですよ。今回は目的地を設定しても吹雪で行けなくなることも考えられるので細かい予定を立てず適当に現地の美味しいものを食べながら北上していきます。いつも通りの旅ですね。山道を走っていると何のために作られたのかわからない人工物を見ることがあります。そんな場所をドローンで空撮するのも楽しみの一つです。今回も使われていない綺麗なアーチ橋を発見しました。なんだかロマンがありますよね。タイヤチェーンのチェックも終わったので美味しいラーメンを食べに町の方まで降りてきました。福島で有名な北方ラーメンですよ。さっぱりしていてとても美味しかったです。
ラーメンを食べた後はもちろん温泉です。すぐ近くに道の駅がある温泉に来ました。温泉上がったら道の駅で車中泊しようと思います。なんと入浴料は大人1人300円です。これなら毎晩でも入りたいですね。道の駅北の里に来ました。今日は家から福島まで運転して作られたので、早めに準備して明日に備えようと思います。今回の東北旅ではストーブと灯油缶を持ってきました。これで寒い夜も快適に過ごせそうです。一酸化炭素チェッカーは日本製のセンサーがついているコアランです。外気温は0度ですが、車内は15度でポカポカです。今夜は会津牛のしゃぶしゃぶですよ。美味しい。うまい。美味しすぎてあっという間に完食でした。寝る準備をしてびっくりしたんですけど、なんとまだ6時でした。ということで、ここからはひたすら趣味の時間です。起きたら早速出発の準備です。今日は山を越えて山形県に向かいます。ストーブを車に積む際ですが、強力なネオジウム磁石とタイラップを使って固定しています。ここでトラブルです。ランクルのバッテリーが上がってしまいました。セキュリティをたくさんつけている関係で、寒い場所だとすぐにバッテリーが上がってしまいます。今回の東北旅は万が一に備えてバッテリーチャージャーも持ってきているので問題ないですよ。そもそも人の愛車を盗むようなカスがくたばりますように。これから山形県に向かいます。山形に向かうまでには山を越えなければなりません。危険な雪道なので慎重に運転します。
山を越えて市街地に出ました。路面状況は最悪で、カチコチに凍った氷でボコボコしていました。50キロ道路ですが、みんな徐行しています。なんだかんだで楽しいんですけどね。うわー、怖い怖い。わかんねこの街では車高の低い車には人権がないようですね。雪道を走っていると太陽光が眩しくてしんどかったので、ちょうど近くにあったイオンでサングラスを買うことにしました。似合ってますか？これで晴れた雪道でも快適ですね。せっかく山形に来たので蔵王に寄ることにしました。山のふもとは晴れていましたが、少し登り始めると吹雪いてきました。改めて天候の変わりやすい雪山の恐ろしさを感じました。蔵王山麓駅に着きました。このままロープウェイで標高1800メートルまで登ってきますね。山頂の駅に着きましたが、視界が悪く、スノーモンスターが見れるか心配です。ちなみに気温はマイナス18度で風が強いので、肌を露出すると痛みを感じます。かろうじてスノーモンスターが見れましたよ。記念写真を撮っておきます。ちなみに晴れているとこんな景色が楽しめるようです。次こそは晴れた日に行こうと思います。とりあえず目的は達成できたので、これから山形市街のコインパーキングで車中泊しようと思います。目的地の恐山ですが、あさっての晴れ予報の日を逃すと2週間ほど雪が続きます。雪の日の登山は無謀なので、急遽明日には青森を目指すことにしました。山形駅前のコインパーキングに着きました。近くに交番とコンビニがあるので安心して寝られますね。今日は早めに寝て明日の長距離運転に備えようと思ったんですけど、せっかく山形駅に来たので居酒屋にでも行こうと思います。おそらく酔っ払うと思うので先に寝る準備をしておきます。駅前ということもあってお店がたくさんあります。ワクワクしますね。昭和レトロな張り紙コーナーを見つけました。白黒テーブルの広告なんかもありましたよ。こういう懐かしいコーナー大好きです。芋と揚げ物ばっかり食べてますね。なんだか楽しそうですね。予想通り少し酔っ払ったので、すぐ寝れる準備をしておいてよかったです。寝る前にドローンのデータを整理しておきます。
たまには街の音を聞きながら寝るのもいいですね。起きたら雨でした。路面が凍結しないか心配です。今日のノルマは青森県むつ市で約500キロあるので早めに出発します。ここからはひたすら高速を使って北上します。約7時間、距離にして500キロなので無理せずに休憩しながら向かいます。山形県から秋田県に抜ける山岳地帯は天気が安定しません。私の第一目標は事故を起こさずに帰ることなので、ゆっくり走ります。さすがに疲れを感じて顔面が死んでいますね。そろそろパーキングで休憩します。市はサービスエリアに寄ってみました。まずは腹ごしらえをしていきますよ。いただきます。ラーメンを食べた後はソフトクリームを買いましたよ。むつ市まで残り250キロ、気合で突破しますよ。盛岡市を越えたあたりからまた天気が崩れ始めました。この辺りは山が多いので急な天候の変化に気をつけて運転します。途中視界が奪われるほどの雪と暴風で危険を感じたので次のインターで高速を降りて下道に避難することにしました。降りたインターは秋田県の碇ヶ関インターで目的地のむつ市までは160キロほどあります。予定外の遠回りだったので今日むつ市までたどり着くことは不可能と判断しました。無理はせず明日朝一でむつ市に行って日の出とともに恐山に登ろうと思います。とりあえず今日はここで休んで夜明けに恐山に到着するように出発します。出張キャンプはワクワクしますね。そういえば背面タイヤにスコップをつけたんですよ。今回の東北旅でスタックした時に使おうかなと思っていたんですけど今のところ出番はなさそうです。今回は整地するのに使います。スコップ楽しいですね。テントを張ろうと思ったんですけどまさかの強風でポールが折れたので仕方なく車中泊に変更です。今日の晩ご飯はシチューと青森牛のカルビとごちそうサーモンです。やっぱり旅は好きなもの食べなきゃね。
風が強くなってきたので、車内に避難します。美味しそう。うまい。これから仮眠をとって朝5時に出発します。むつ市に向かっています。街灯も少ないので、路面凍結に気をつけながらゆっくり向かいます。雪道を走って思ったのが、ヘッドライトが LED だと雪が溶けてくれないので、掃除が面倒でした。何か対策があればいいんですけどね。無事夜明けとともに恐山のふもとに着きましたよ。冬季は車では行けないので、ここからは徒歩で行きます。距離は往復15キロなので、今から登れば休憩を多めにとっても、日が暮れる前には戻れます。危険を感じたらすぐに引き返すのと、護身道具をたくさん携帯していきます。無理せずところどころ休憩します。雪山でしか味わえない自分一人の世界は最高です。中間地点の恐山レースに到着しました。不老水と言われているそうですが、飲むのはやめておきます。残り3キロの地点からは除雪がされていませんでした。ここからが地獄です。Amazon で3800円だったスノーシューはあまり効果がなかったので、一旦置いて帰りに回収します。標識が埋まるような積雪でした。歩くのにも一苦労です。大変だ。山頂まで来ると広大な景色が広がっていました。目当てだった三途の川と太鼓橋も見れましたよ。この太鼓橋はこの世とあの世の架け橋とされているそうですよ。この三途の川の水は強い酸性なので普通の魚は溶けてしまうそうですよ。すぐ近くには脱衣バーと剣英王の像があります。この二人の妖怪には面白い伝承があるんですよ。人は死後三途の川まで来ると脱衣バーと剣英王という妖怪が待ち構えていて身ぐるみを剥がされるそうです。そしてその服の重さを罪の重さを測ることができる枝にかけて天国に行くか地獄に行くかを判定します。この時服が濡れていると衣服が重くなって罪の重さも重くなってしまうそうですよ。ちなみにこれが無実の罪をかぶせる濡れ衣の語源だそうですよ。無事に目的地にたどり着いたということでカップラーメンを食べますかね。絶景を眺めながら休憩して日が暮れる前には戻れるようにします。やっぱり登山後のカップ麺は最高ですね。帰りのエネルギーを補給するために汁まで全部飲み干しますよ。これでゴミの処理も楽ですね。風も強くなってきたので帰ろうと思います。貴重な冬の恐山の景色が見れて最高の思い出になりました。無事明るいうちに下山できました。足がガクガクで体もボロボロなので今日はホテルに泊まろうと思います。
目的の恐山は達成しましたが、せっかく青森に来たので、本州最北端にも行っておこうと思います。今日は早く寝て、明日最北端に向かいますね。青森の海鮮は最高でしたよ。綺麗な海沿いを走って最北端を目指しています。日本地図のこんな端っこに何があるのかを考えるとワクワクしますね。最北端の地がある大間町に着きました。天気が悪いのが残念ですが、記念写真撮っておきますね。これで本州最北端制覇です。ということは残るは東と南と西ですね。帰りは個人的に寄っておきたかった東日本大震災の原発事故の資料館によって原発のすぐ近くにあり、津波の被害が大きかった双葉町にも行ってきました。もともと動画にする予定ではなかったのですが、双葉町の現状、そして復興に向かう町の取り組みや活動の様子を皆さんに共有したくなったので、今動画を作っています。よかったらまた見てもらえると嬉しいです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまたねー。3本目は四国一周の動画です。四国旅では東洋のマチュピチュと言われる京奈地区や椿山集落など他のチャンネルではあまり紹介されないようなディープなスポットを巡ってきました。よかったら最後まで見ていってくださいね。こんにちは、ふーです。今回は四国の隠された秘境や集落を散策してきました。総移動距離は約3000キロでアホみたいに長い動画なんですけど、四国のいいところがびっしり詰まっているので、よかったら最後まで見ていってください。まずは家を出発して一気に徳島県を目指します。徳島までは約700キロあるので、気合で行けるところまで行って、限界が来たらその辺のサービスエリアで車中泊しようと思います。四国に着いた後の流れは細かく決まっていませんが、時計回りで行きたいところに寄っていく感じですね。出発が昼頃だったので、途中の淡路島に着く頃には夜になっていました。淡路島には大きなサービスエリアがあるので、とりあえずここで車中泊することにします。今夜はスーパーで割引だったステーキを食べます。車内の匂いなんて気にせずに豪快に焼いて食べますよ。運転死ぬほど疲れたので、今日の分の撮影データを整理してさっさと寝ます。起きたら快晴でいい旅の出だしです。昨日の夜はあの大きな橋を渡って本州から淡路島に渡ってきたんですよ。
淡路島サービスエリアを出発して徳島県に向かいます。どうやら淡路島と徳島を結ぶ鳴門橋で渦潮が見られるようなので見に行ってきますね。その後はずっと楽しみにしていた日本最長の林道、剣山スーパー林道に行きます。ちなみにスーパー林道の全長は87キロで、この広大な四国山地のオフロードコースをたっぷり楽しめるそうですよ。今走っているのが鳴門橋です。ちょうどこの橋の下に渦潮ができるそうですよ。しっかり目に焼き付けてきますね。鳴門橋の下からはこんな感じで渦潮を見ることができました。なかなか見ることができない光景なので、しっかりと目に焼き付けておきます。渦潮バッチリ見れたので満足です。このまま剣山スーパー林道に向かいます。剣山スーパー林道の途中に徳島のへそとかいうめっちゃ気になる場所を見つけてしまったので、まずはここを目指します。その前にしっかりご飯を食べて長距離運転に備えますね。美味しそうなおにぎり屋さんがあったので、そぼろおにぎりを買いました。お米がもっちりしていてとても美味しかったですよ。このままスーパー林道の起点に向かいます。気合い入れていきますよ。スーパー林道起点に到着です。目指すは徳島のへそ。林道は思ったより整備されていたので、飛び石が気にならなければ普通の乗用車でも行けそうでしたよ。道は狭いですが、対向車はほとんど来ないのであまり気になりませんでした。途中標高が上がると雪が降ってきました。林道を走るならこれぐらい悪条件の方がワクワクして楽しいですよね。徳島のへそに着きました。ここの標高は約1500メートルだそうですよ。雲の晴れ間から綺麗な景色が見れましたよ。ドローンでは雲がかかった徳島のへその幻想的な映像が撮れました。こうして見ると四国の山は本当に綺麗です。林道でめっちゃ疲れたので、今日は宿に泊まることにしました。このままスーパー林道を通って、高知県にある標高1400メートルの山荘に泊まりたいと思います。さすがに5時間も林道を走り続けると頭もおかしくなりますよね。ここは朝焼けや雲海がとても綺麗に見えるそうなので楽しみです。ようやく宿に着きました。温泉とご飯が楽しみです。レストランは夜10時までやっているので助かりました。名物の牛すじ煮込みカレーをいただきました。明日は朝焼けと雲海チャレンジをするので、お酒は控えめにして早く寝ます。乾杯。夜に雪が降ったみたいです。すぐ近くに展望台があるみたいなので行ってみますね。冬の静かな雪山が大好きです。
寒さなんて忘れてうっとりしてしまいます。このまま宿を出て今日は高知を回ります。ここから高知の素敵な景色と念願だった四国カルストへ向かう様子をお届けしますね。吉村とろたろ亭で食べた天ぷらうどんは忘れられないぐらい美味しかったです。お店の方もとても親切で、四国一周旅していることを伝えると、この辺の観光地をたくさん教えてくれました。落書き帳に記録を残しておいたので、よかったら探してみてくださいね。カルストに向かう途中、雪が積もっていました。一応スタッドレスに履き替えておいて助かりました。頂上の絶景ラインは霧がかかっていて何も見えませんでした。凍結に気をつけながらとりあえず行けるところまで行ってみますね。途中積雪がやばすぎたので無理せず引き返すことにしました。とりあえず道中にあったカルストテラスに行ってお茶でも飲んでこようと思います。腹ごしらえも済んだので適当な場所で車中泊してきます。景色は寒そうですがマイナス2度なのでイージーな車中泊になりそうです。日が暮れてくると少しずつ雲が晴れてきました。明日は快晴の予報なのでカルストの景色は明日お届けしますね。寒い夜はやっぱり鍋ですね。乾杯。
これは少し酔っ払ってますね。明日は快晴と信じて寝ます。おやすみなさい。カルストの朝焼けはとても綺麗でしたよ。この景色が見れただけでもう四国に来た甲斐がありました。路面の凍結がひどかったので、お昼まで待ってから走りに行きます。朝食は超カロリーパーティーホットサンドです。久しぶりの雪ではしゃぐ25歳児がいますね。路面の凍結も落ち着いてきたので走りに行きますね。晴れてるカルストは最高です。積雪の関係で急遽明日から冬季閉鎖に入るそうなのでラッキーでした。四国まで来てカルストの絶景を見れなかったら残念ですからね。四国山地の景色は壮大です。どこまでも山が続くこの景色は圧巻でした。いやー、四国来てよかった。愛媛県側に抜けるルートは積雪の関係で通れませんでした。とりあえず近くにあるレストランでご飯を食べて別ルートで愛媛県に向かおうと思います。せっかく四国に来たので土佐牛のステーキを食べました。めっちゃ美味しかったですよ。今日は椿山集落に向かいます。椿山集落は四国最奥の集落と言われるほど僻地にある集落なんですよ。集落までの道は薄暗くて狭い林道を通ります。これから向かう椿山集落は1000年もの歴史がある集落なので、どんな景色が見られるのか楽しみです。
途中誰かに見られているような気がしたんですけど、ワンちゃんがこちらの様子を伺っていました。噛まれたら怖いので車に戻ろうと思ったんですけど、人懐っこいワンちゃんで道案内をしてくれましたよ。どうやらここに住んでいる方が飼っているワンちゃんみたいです。集落の様子をドローンで撮影していたら、鷹に襲われました。めっちゃ焦ったんですけど、墜落はしなかったので急いで帰還します。鷹も何事もなかったかのように帰っていきましたよ。めったに撮れない貴重なシーンが撮れたので良かったです。今日も険しい山道を運転して疲れたので、愛媛県にある旅館に泊まることにしました。首都間3本で行かれてしまいますが、お許しください。乾杯。夜ご飯は寿司とたこ焼きというイカれた組み合わせです。サーモン中トロ。コロシアムだ。うまい。私のいいところは二日酔いにならないことなんですけど、若干頭が痛いです。今日は東洋のマチュピチュと言われている別子銅山東鳴地区に行きたいと思います。別子銅山は1691年に開校された銅山で、日本三大銅山の一つと言われているんですよ。1973年には閉山されていて、当時の廃墟や遺産が残されているそうですよ。別子銅山東鳴地区までは車でも行けるんですけど、登山コースから行くとそこでしか見られない遺跡や廃墟があるようなので、運動がてら登ってきます。所要時間は約2時間です。登山コースは整備されていましたが、不安を感じたら引き返すことにします。1時間ほど登ったところに廃墟がありました。これは見に行くしかありませんね。降りるルートがないかドローンで探したんですけど、繋がっている道があったので降りてみます。これは一体何の建物だったのか、記録は全く残っていませんでした。ロマンがあっていいですね。早速中を散策してみます。何か機械を固定する土台がありますが、他には何もありません。一体何の建物だったんでしょうか。
日が差し込むといい雰囲気です。周りにも何もないか散策してみます。裏庭に行くと大きな落とし穴がありました。高さ10メートルはある大穴で落ちたら絶対に出られません。ここは何に使われていたんでしょうかね。一通り散策も終わったので廃墟を後にします。廃墟好きな私にとってはワクワクする場所でした。途中休憩しながら東鳴地区を目指します。去年日光で氷瀑を見るために6時間歩いたんですけど、それに比べれば楽でした。無事東鳴地区展望台に到着しました。人が誰もいないことに驚いたんですけど、実は昨日から冬季閉鎖で道路が閉鎖されていたので、徒歩でしか来れなくなっていたようです。これなら展望台からの景色も独り占めできそうです。東洋のマチュピチュと言われるこの建造物は採掘された銅の貯蔵庫だったそうですよ。ここ東鳴地区は3000人もの人が住む天空都市だったそうですよ。600人の生徒が通う学校や映画館、旅館や遊郭なんかもあったそうですが、今ではその面影も残っていません。かつてはこの四国連山の山奥に大きな天空都市が存在していたんですね。いやー、別子銅山の景色最高でした。冬季閉鎖の関係でゆっくり散策できたのも良かったです。がっつり登山した後ですが、この後は香川県の金比羅宮にある1368段の階段を登りに行きます。急遽予定ができて明日には帰らないといけなくなったので、どうしても行っておきたかった金比羅宮には行っておきます。途中寄ったサービスエリアでご飯を食べて、ヤドンと写真を撮ってきました。ヤドンは香川県の観光大使なんですね。金比羅宮の表参道に来ました。昔ながらのお店がたくさん並んでいて素敵な雰囲気です。ここから1368段の階段を登ります。気合い入れていきますよ。すごい。とりあえず785段目の御本殿に到着しました。途中綺麗なイチョウの木がありましたよ。785段の高さでも街が見下ろせます。奥社まで行けばきっと絶景が待っているんだと思います。少し休めば奥社まで行けそうなので、このまま気合で行ってきますね。無事奥社に着きました。参拝してお守り買ってきますね。奥社は標高421メートルに位置しているそうです。こうしてみると随分登ったんですね。交通安全のお守りを買いました。これでジムニーとランクルは安全ですね。いやー、今回の四国旅、とても充実した旅になりました。
実は天候の関係で今回行けなかった場所もたくさんあったんですけど、それはまた次回に回りたいと思います。四国を離れるのが寂しいですが、安全運転で帰りますね。次の長旅は東北か九州、中国地方を回りたいと思います。よかったらまた見てくださいね。じゃあまたねー。最後は九州旅の動画です。今年の8月に初めて九州に上陸したんですけど、夏が好きになるような景色がたくさんありました。これまた内容たっぷりな動画ですが、よかったら最後まで見ていってくださいね。こんにちは、ふーです。今回は念願の九州旅に行ってきましたよ。約2週間の旅で総移動距離は5000キロ、絶景、秘境、集落、他のチャンネルではあまり紹介されないような少しディープなスポットを巡ってきました。ショート動画並みのテンポで40分超えのアホみたいに長い動画になりましたが、よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。今回の旅のルートを紹介しますね。まずは関東を出発して福岡県の博多を目指します。博多で美味しいもの食べたら大分、熊本、宮崎、鹿児島の順で回ります。鹿児島からはフェリーで長崎に行って佐賀、最後にまた福岡で美味しいものを食べまくって帰ろうと思います。途中で廃墟の島なんかにも立ち寄りますよ。ということでまずは博多を目指します。片道約1300キロ、14時間の道のりなので眠くなったら適当なサービスエリアで寝ようと思います。とりあえず今日のノルマは広島あたりにしておきますかね。特にトラブルなく名古屋、大阪を越えて兵庫県まで来ましたよ。運転中眠くならないのかってよく聞かれるんですけど、こんな感じなので全く眠くなりません。無事広島県に入りました。ちょうどいいところに奥屋パーキングがあったので今日はここで寝ます。今日の走行距離はだいたい900キロぐらいでした。後ろはいつでも寝れるように布団を敷きっぱなしにしています。この時期汗拭きシートは必須ですね。起きたら8時でした。日が昇り始めるとクーラーの消費電力も跳ね上がるので、さっさと準備して出発します。サーキュレーターとクーラーの組み合わせは最強で、車内は23度でした。今回の快適な旅の要は走行充電で昼のうちにポタ電を満充電にして夜クーラーで快適に眠るって計画です。500ワットで充電できているので 2,3 時間走れれば満充電になりますよ。ここから博多までは300キロ、約4時間なのでイージーです。天気も良くてテンション上がりますね。いよいよ本州と九州を結ぶ関門橋に到達です。1973年に開通された関門橋ですが、それ以前はフェリーを使って車を運んでいたそうですよ。よくぞこんな便利な橋を作ってくれましたね。いつの間にか福岡高速道路に入っていました。車線が多すぎてビビります。まずは博多ラーメンを食べたいので、駐車場があるラーメン屋さんを探します。川柳というラーメン屋さんが美味しそうだったので行ってみることにしました。いらっしゃいませ。初めて本場の博多ラーメンを食べましたが、とても美味しかったですよ。2日も風呂に入っていないので次は温泉です。汚い汗をしっかり洗い流してきましたよ。お酒が飲みたくなったので居酒屋を探すことにしました。花金ということもあって博多の居酒屋はどこも混んでいたので隣町まで行くことにしました。今日は都心のパーキングでステルス車中泊をしますよ。こういうの憧れてたんですよね。車中泊の準備はできているのでお酒飲んで車に帰って寝ます。完全初見の街で適当に居酒屋探して入るのって最高に楽しいんですよね。
明の浜。今回は明の浜という駅に来ました。博多に比べると人も少ないので、どのお店でも入れそうです。とりあえず目に入った居酒屋に入ります。どうやら海鮮系のお店みたいですよ。リアクションよくわからなくて草。メガジョッキ1杯で酔っ払う雑魚キャラになってしまったようです。まあ楽しかったので何でもいいですね。このままランクルに戻って寝ることにします。よいしょ。よっこいしょ。よいしょ。日が暮れる前にお酒飲んで帰って寝る。これが非正規雇用者の特権です。旅の終わりにもう一度福岡に寄るので、明日からは福岡を出て自然と絶景を巡る旅をします。いよいよ風チャンネルらしくなってきましたね。今日は大分、熊本方面に向かいます。行き先は明治時代の発電所の遺構が残る神田の滝と別府の地獄温泉巡りです。まずは神田の滝を目指します。神田の滝は大野のナイアガラとも言われるとても迫力のある滝なんだそうですよ。ここ明の浜駅から200キロ、3時間の道のりです。ここで初めての給油です。ランクルのいいところは化け物みたいなタンク容量のおかげで無給油で1300キロぐらい走れるところです。関東から北は札幌、西は熊本まで無給油で走破できるんですよ。おかげで高速道路のクソ高い燃料を入れなくて済むんですよ。105リットル約16,000円分の給油でした。よいしょ。神田の滝に到着です。滝から駐車場までは離れていますが、滝の轟音が聞こえています。目の前まで行くと迫力満点の神田の滝が見れました。時間帯や天候によっては滝壺がエメラルドグリーンに輝くそうですよ。そしてすぐ近くには明治時代に作られた水力発電所の遺構があります。およそ100年前に使用されなくなった発電所ですが、近代化遺産として石造りの建築外壁が残されています。こういった廃墟と自然の融合ってとっても惹かれるんですけど、わかる人いますかね？当時の設備は残っていませんでしたが、壁にはネジなどの痕跡が残っていましたよ。とても残念だったのは落書きがあったことです。歴史ある貴重な建造物に落書きをする神経を疑いますが、くたばってほしいですね。ヨーロッパの古城のような窓から見る神田の滝がとても綺麗でお気に入りの景色です。まるで RPG ゲームのようでした。このままの流れで別府の方に行きます。今日は別府で7つの地獄巡りをして、杖立温泉というレトロな温泉街に行こうと思います。地獄巡りは独特な色をした温泉を見て回れます。名前に地獄とあるようにまがまがしい色をしていますが、どれも地熱で湧き出す天然温泉なんですよ。一見綺麗な温泉もあって入ってみたくなりますよね。ですがどの温泉も温度は100度近いので入ったら死んでしまいます。岡本屋の地獄蒸しプリンを食べて腹ごしらえしておきます。
温玉ご飯も美味しかったですよ。このまま今晩泊まる杖立温泉に向かいます。ここからはだいたい1時間ぐらいの道のりです。長距離運転と連泊の車中泊で疲れたのと、撮影データを整理するために今日は江戸に泊まろうと思います。杖立温泉に着きました。こういうレトロな温泉街って大好きなんですよね。杖立温泉は1800年もの歴史がある温泉街で、古くから湯治場として親しまれていたそうですよ。今日も大量の汗をかいたので、まずは温泉に向かいます。温泉入ったら街を散策してきますね。よこせー。乾杯。節約のために素泊まりなので、晩ご飯はラーメンを買ってきました。鹿児島と熊本ラーメンの食べ比べですよ。どちらも美味しかったんですけど、濃い味が好きな私は熊本派ですかね。しっかりデータ整理をして寝ます。明日はいよいよ朝に向かいます。宿を出るときにフロントの方が杖立プリンをくれました。めっちゃ美味しかったですよ。おすすめスポットについてのコメントが一番多かったミルクロードを走っています。いやー、それにしても阿蘇の大自然は圧巻です。阿蘇のカルデラは周囲約 120km で世界最大の陥没カルデラなんだそうですよ。今ドローンに映っているくぼみの部分は巨大なカルデラのほんの一部なんですよ。規格外すぎて想像もつかないので画像を拾ってきました。真ん中にあるのが阿蘇山で、それを囲むようなカルデラになっています。今走っているのはカルデラの外枠の盛り上がった部分だけですね。長野県に私の大好きなヴィーナスラインがありますが、規模はそれ以上でした。大観峰に来ました。ここには阿蘇のカルデラを一望できる展望台があるようです。売店もあるようなので、なんか食べてきますね。五目まんを買ってみました。具たっぷりでめっちゃ美味しかったですよ。あまりにも美味しかったのでピザまんをおかわりしてきました。腹ごしらえも済んだので展望台に行きます。確かにカルデラの形になっていますが、でかすぎて向こう側が見えません。さすが世界最大ですね。このままくぼみの部分に降りて阿蘇市へ向かいます。私がこの旅でやりたかったことの一つに、阿蘇の山をバイクで駆け巡るってのがあったんですけど、ちょうど阿蘇市にレンタルバイクがあったので、これから借りてきますね。レンタルバイクは阿蘇駅にあって、50cc から 125cc までのバイクが借りられるそうですよ。私はくまモン仕様の原付を借りました。可愛すぎて欲しくなります。1時間600円という破格でレンタルできるんですよ。これからこのくまモンスクーターでカルデラの中心にある阿蘇山の草千里ヶ浜に向かいます。草千里ヶ浜の景色は最高でした。
下界の気温は37度でしたが、この辺は30度を下回っていたと思います。頑張れくまモン。いやーめっちゃ綺麗。うわーいったー。いただきます。気持ちいい。テンション上がりすぎて叫んでますけど、何言ってるのかわかりません。風を感じると涼しかったですよ。草千里ヶ浜の展望台に到着です。ちょっと降りると馬が放し飼いにされているみたいなので見てきますね。めったに見れない光景で貴重な体験ができました。お昼は赤牛のステーキを食べに来ました。山市というお店で有名なお店みたいですね。一杯2000円と高級ですが、めっちゃ美味しかったですよ。その後は阿蘇神社に行って商店街を散策しました。めっちゃうまそうな牛串を見つけて思わず買ってしまいました。いやー、阿蘇は最高でした。このまま日本三大秘境と言われる椎葉村に向かいます。椎葉村は宮崎県東臼杵郡にあるんですけど、ここから宮崎に抜けるには広大な山々と森を越えていかなければなりません。見渡す限りの自然はとても美しいんですけど、運転するとなると大変そうです。これから真っ暗になりますしね。道中貴重な営業中の温泉を見つけたので寄っておきます。これを逃すと温泉はありません。汗かきまくった日の温泉ほど気持ちいいものはありませんね。このまま椎葉村の方に向かいます。よいしょ。よいしょ。さっぱりですわ。村までの道は真っ暗で街灯もなく、動物の飛び出しに怯えながら運転していました。途中のトンネルはいきなり霧が濃くなっていい雰囲気でしたよ。途中疲れ果てて運転の継続が厳しかったので寝ることにしました。椎葉村まで20分ぐらいの場所なので、明日早起きして早朝の集落を見に行こうと思います。車中泊スタイルにしておくと寝たい時にすぐ寝れるのがいいですね。今夜は簡単ですが冷しゃぶ作って食べます。ここ最近の疲れが原因なのか風邪気味なのでお酒で治します。ぐっすり眠れましたし、風は少し良くなった気がします。このまま椎葉村に向かいますね。山に雲がかかっていい感じの雰囲気です。雲がかかった集落って幻想的で素敵なんですよね。椎葉村までの道は細く、すれ違いが大変でした。
椎葉村の歴史についてもっと知りたくなったので、資料館に行ってみることにしました。資料館には山への祈りを捧げる神楽や狩猟の方法など、椎葉村の歴史や伝統についての資料がたくさん展示されていました。資料館のすぐそばには伝統的建造物に選定されている鶴岡屋敷があって、中を見学することができましたよ。これから鹿児島県の方に向かいます。椎葉村から鹿児島までの道はまさに国道で、とんでもない道を走らされましたよ。もっと走りやすい道もあったんですけど、土砂崩れの影響で通れませんでした。ランクルに国道はつきものなので、せっかくですし楽しんできますね。国道を抜けると気持ちのいい道が続いていました。それにしても夏の空って本当に綺麗ですよね。私は今回の九州旅で夏が好きになりました。次の目的地は鹿児島県霧島市の大波池という河口湖です。大波池は日本一標高の高い場所にある河口湖で、透明度がとても高く神秘的な景色が楽しめるそうですよ。大波池がある霧島山に登っているんですけど、なんと雨が降ってきました。天気予報は晴れだったんですけど、山の天気は難しいですね。今日は諦めて近くで車中泊して、大波池は明日の朝見に行こうと思います。まだ昼過ぎですが、標高が高くて涼しいので、クーラーを使わずに朝まで過ごせそうです。疲れて7時には寝たので5時に起きました。朝になっても天気は回復せず、今日の大波池は諦めます。ということで別日にリベンジしに来ましたよ。どうやら40分ぐらいハイキングコースを歩くみたいなので、準備運動して出発です。登山口は晴れていましたが、登るにつれて雲がかかってきました。山頂が心配です。嫌な予感を的中して大波池は見れそうにありません。山の天気予報を見ると1時間後には晴れるみたいなので、休憩所で時間を潰そうと思います。予報通り晴れてくれたので展望台まで登ります。青空は見えませんでしたが、神秘的な大波池を眺めましたよ。驚いたのはこの展望台、柵もなくてそのまま崖になっています。落ちたら木っ端みじんですよ。目当ての大波池を見れたので、次の目的地に向かいますね。予定では都井岬とか宮崎の方に行こうと思っていたんですけど、台風接近中とのことで鹿児島市街に避難することにしました。とにかく山は危険なので、市街地でおとなしく過ごす計画ですね。鹿児島市に着いたので、街を散策してきますね。コインランドリーで数日分の洗濯物を洗ったり、消耗品の買い出しや映画鑑賞など、街でしかできないことをやっておこうと思います。まずはたまりにたまった数日分の洗濯物を洗います。コースを選び、ボタンを。いらっしゃいませ。
ハイカラ通りという商店街にくっそうまそうなうなぎ屋さんがあるみたいなので行ってみることにしました。西吉というお店なんですけど、創業90年の老舗だそうですよ。炭火のいい香りがします。うな重なんて1年ぶりです。その後はずっと見たかった鬼滅を見てきました。戦闘シーンやばすぎ。台風予報は外れたみたいなので、洗濯物回収して次の目的地に向かうことにしました。今回の旅で必ず行こうと思っていた知覧町にある特攻隊資料館です。資料館には特攻された方々の名前、写真、遺品、遺書など一人一人が生きた証が生々しく飾られていました。皆さんにもぜひ実際に足を運んで見ていただきたいです。これを機に戦時中についてもっと知りたくなったので、長崎と広島の原爆資料館にも行くことにしました。明日からはいよいよ長崎に行きます。九州旅はフェリーをうまく使うと効率よく回れます。鹿児島から長崎まで陸路で行くとこんな感じで大回りになってしまうんですよね。フェリーを使うとこんな感じでショートカットして長崎まで行けるので、フェリーに車を乗せて長崎まで行くことにしました。ということで港の近くで車中泊して朝一で長崎に向かいますね。道の駅だんだんというところで寝ていたみたいです。昨晩は真っ暗すぎてここがどこなのかよくわかりませんでした。とりあえず港に向かいますね。長崎までのルートを説明しますね。まずは天長フェリーに乗って熊本県天草市に上陸します。上陸したら天草市を北上して天草市と長崎県を結ぶ島鉄フェリー港に向かいます。そのままフェリーに車を乗せて長崎県に上陸って計画ですね。このルートは海上国道という扱いになっているので、ちゃんと Google マップにも出てくるんですよ。2回フェリーに乗るんですけど、いずれも乗船時間は30分ぐらいです。そして結構な頻度で出港していて、予約もいらないので気軽に使えますよ。いやー、何歳になってもフェリーはワクワクしますね。熊本県天草市に着きました。このまま北上して次のフェリーターミナルを目指しますね。台風がそれたおかげでここからしばらくは天候に恵まれそうです。海沿いの道は気持ちがいいですね。そうこうしているうちに長崎県に上陸しましたよ。やりたいことたくさんあるので、まずは長崎市を目指します。途中ひまわり畑を見つけました。風に揺られるひまわりが踊っているように見えました。可愛かったですよ。長崎市に着きました。長崎の坂から見下ろす景色、ずっと見てみたかったんです。素敵ですよね。細い路地裏フェチの私にはたまらない景色です。坂本龍馬像も見てきました。当時ここから長崎湾を見下ろしたそうですよ。お腹空いたのでお寿司食べに来ました。長崎のお寿司最高です。1テラ分の膨大なデータを整理するためにビジネスホテルに泊まりました。明日は九州旅で一番楽しみにしていた軍艦島に行ってきます。軍艦島には長崎港から出ているフェリーで行くので、まずは長崎港を目指しました。軍艦島にはツアーでしか行けないので、とりあえず適当なツアー会社に滑り込みで申し込みをしました。胸を躍らせながらフェリーに乗り込みます。
軍艦島に上陸するには条件があって、船着き場の波の高さが50センチ以下、風速5メートル以下でないと上陸ができないようです。実際に軍艦島まで行ってから上陸の可否を判断するので、上陸できずに帰ることもあるそうですよ。緊張しますね。30分ほど船に揺られると軍艦島が見えてきましたよ。言われてみれば確かに軍艦の形をしていますね。軍艦島は1890年に炭鉱の採掘が始まって以来、1974年まで人が住んでいたそうです。ここで採れる石炭は高品質な無塩炭で、採掘量は国内最大級だったそうですよ。炭鉱で最も栄えた1950年から1960年頃では人口約5000人が暮らしていて、その人口密度は当時の東京の17倍もあったそうですよ。もちろんこの人口密度は世界一でした。住民は今映している当時最先端の鉄筋コンクリートのアパートに住んでいて、島には小中学校や病院、映画館、娯楽施設などもあったそうですよ。完全に無人になってから50年放置されていたこの島は、見ての通り台風や潮風の影響で崩壊しています。窓や壁はほとんど残っていなくて、完全に崩壊するのも時間の問題なんだそうですよ。いよいよ上陸ができるかどうかの発表です。本線ただいま軍艦島到着をいたしました。現在決戦の準備中です。安全確認できましたので、予定通り上陸観光を行います。なんと上陸 OK でした。上陸 OK のアナウンスがされた時、拍手が起こりました。いやー、胃がキリキリしました。いよいよ上陸です。気温38度、日陰はほとんどないので熱中症に気をつけないとですね。崩壊した建物を間近で見ることができましたよ。今映している建物もここ最近で屋根の崩壊が始まっていて、いつ崩れてもおかしくないそうです。台風や潮風の影響は深刻なんですね。当時の島民の生活はとても豊かで、新卒の4倍以上の給料をもらっていたそうですよ。家賃はただ、光熱費もほぼ無料だったそうなので、とてもいい暮らしをしていたようですね。当時の三種の神器の一つとされていたカラーテレビの普及率が一般家庭では 10% ほどだったのに対し、軍艦島は 100% だったそうですよ。そんな軍艦島ですが、エネルギー需要が石炭から石油に変わったことで、1974年に閉山されて無人島となってしまったそうです。今は貴重な文化財となった軍艦島を守るために毎年点検をし、崩壊の危険が高い部分は補修しているそうですよ。ガイドの方が何度も言っていたんですけど、この姿の軍艦島を見れるのは最後だと思った方がいい。次に来た時にはどっか崩壊しているかわからないんだよって言葉の意味がわかりました。いやー、目当てだった軍艦島に無事上陸できてよかったです。汗かいてお腹も空いたので、楽しみにしていたちゃんぽんを食べに行ってきますね。長崎は街の 80% が坂と聞きましたが、運転していても坂が多くて大変でした。坂のおかげで見れる綺麗な景色もありますが、実際に住んでいる方からすると大変なんだろうなって思います。ちゃんぽんを食べに、純というお店に来ました。ここは家族経営の小さなお店で、地元の常連さんが集まるお店でした。地元の方と相席で食べたんですけど、雰囲気も良くて心地よかったです。この旅の MVP はここのちゃんぽんでした。本当に美味しかったです。軍艦島に行ってから炭鉱のことについてもっと知りたくなったんですよね。ということで Google マップで近くの炭鉱って調べてみたんですけど、池島とかいうめっちゃ気になる島が出てきたので行ってみることにしました。池島まではフェリーで30分ぐらいで行けるみたいなので、早速今日行ってみます。あんまり事前情報もなく来てみたんですけど、ここ池島もかつては大規模な炭鉱都市だったようで、最盛期は7700人もの人が生活していたそうですよ。現在の人口は100人ほどなんだそうです。
船着き場から比較的近い場所には人が住んでいるような家も見受けられました。一方、島の奥の方まで行くと自然に帰りつつあるアパートや廃墟が立ち並んでいましたよ。ここの炭鉱は2001年に閉山したそうで、九州最後の炭鉱島だったそうですよ。壱岐島には車で上陸できますし、隅々まで見学できるので、軍艦島とは違った炭鉱都市の遺構が見たい方にはおすすめです。地元住民の方と話す機会があったんですけど、最近隣の島からイノシシが泳いできて被害が出ているから気をつけなって言われました。徒歩で上陸する方は注意してくださいね。次の目的地は長崎県の大村湾にある渡隅神社です。渡隅神社は大村湾の潮が引いた時しか行くことができないロマンある神社なんですよ。ということで大村湾の潮の様子を見てきます。満潮ですね。近所のおっちゃんが6時間後に来れば干潮だよって教えてくれたので、それまで待機しますね。神社はあの辺にあるんですけど、潮が引けば壁沿いを歩けるようになるので、そのタイミングで急いで神社に向かいます。近くにコーヒーカフェとかいう天国みたいな場所があったので、ここで6時間潰すことにしました。ご飯もとても美味しかったですよ。日が暮れると潮もだいぶ引いてきたようです。満潮時の写真と見比べると違いがわかりますね。干潮の今のうちに歩いて渡隅神社に向かいます。ここから目的地の鳥居が見えました。だいたい20分ぐらい歩くそうです。水が冷たくて気持ちよすぎたので水中を歩きます。結局潮の満ち引きなんて関係ありませんでしたね。いやー、素敵な神社を知れてよかったです。潮水浴びまくってヌメヌメするので温泉入ってきます。たまたま近くにあったホテルの日帰り本線に行くことにしました。バッテンの湯というらしいですよ。いい湯だと。車中飯作る気力もないので、今晩はドライブスルーで済ませます。小手投げ台一つと、今日はこのまま長崎県平戸市にある大前灯台に向かって明日最高の日の出を拝みたいと思います。今日の宿泊場所に着きました。とにかく朝の景色が楽しみです。外気温はなんと30度です。本格的な熱帯夜ですね。今回の旅の終着点はここ大前灯台です。明日以降は九州おかわり旅に行ってきます。行き損ねた場所やもう一回行きたい場所を巡ってきます。
綺麗な朝日に期待して5時起きです。管理人の方がランクルのナンバーを見て遠くからお疲れ様ってねぎらいの言葉をかけてくれました。今回の旅も一生の思い出がたくさん作れて最高の旅になりました。いつも見ていただいている皆さんのおかげで若いうちに貴重な経験ができています。本当にありがとうございます。これからも日本中いろんなところへ旅に行くのでまた見てくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまたねー。